こんにちは、名神工業です。今回はコーキングを打つ際に使用するこのプライマー、これについて解説していきたいと思います。プライマーっていう名前をあんまり聞いたことがないかもしれませんが、このプライマーっていうのはですね、コーキングを打つ際にコーキングを打つところにあらかじめ塗っておく接着剤みたいなものですね。コーキング剤の種類に応じていろいろな種類のプライマーがあります。それぞれ使い分けなければいけないんですが、そんなところと、今回はプライマーを塗ったところと塗らないところでどんな違いがあるのか実験をしてみました。ぜひ結果も見ていただいて、コーキングを打つ際には皆さんにも使ってほしいなと思います。それではご覧ください。はい、それではプライマーについてですけども、以前コーキング剤の紹介をした時に出てきた3種類、シリコンと変性シリコン、それからポリウレタンコーキング剤になりますね。それぞれにプライマー、シリコン用、それから変性シリコン用、そしてポリウレタン用、こういう風に種類があります。それぞれね、被着体、例えば木の部分に打つとか、鉄の部分に打つとか、コンクリートに打つとか、それぞれ被着体によってもまた変わってきます。変性シリコンとウレタンっていうのはね、大体どんな被着体でも同じプライマーが使うことが多いですね。シリコンで言えば打つ場所によって種類が変わったりします。はい、トスシール、これシリコン、これは防カビ剤入りのシリコンですね。トスシール83、これはカタログを見ますとね、トスシール83はトスプライム C、トスプライム D、トスプライム E、YP9341 っていう位置に4種類もありますね。で、ここを見ていただくと、モルタル石材にはトスプライム C、ガラス陶器金属はトスプライム D、それからプラスチックゴムはトスプライム E、あとまた塗料、塗装金属、プラスチックゴムなどはこの YP9341 でなってますね。ですから打つところがモルタル、石、セメントとかだったらこのトスプライム C を使うことになります。今回用意したのはトスプライム E とトスプライム D ですね。ガラス金属用、それから塗料、塗装金属、プラスチックゴムなんていうのがこのトスプライム E を使うことになってます。はい、それからこちら変性シリコンとポリウレタンですね。これはサンスター技研の材料でなります。サンスター技研っていうのは歯磨き粉のサンスターですね。こちらもカタログを見てみますと、この 2550LM は、US3 っていうのと US5 っていうプライマーがありますね。で、いろいろ材質があるんですけども、ほとんどこの US3、これですね、US3 っていうので大丈夫です。それからこの999ポリウレタンですね、タイプノンブリード、これは全部が BC3、下に UM2 っていうのもありますね。 UM2 は木材 FRP 硬質塩化ビニールということで、BC3 でも代用できますっていうことで、もう全てこの BC3 を使うことになっています。こんな風にですね、付着体とか素材ごとで、今度はメーカーごとにね、ちゃんとプライマーっていうのがあります。よく言われるのが、他のメーカーの変性シリコンに、違うメーカーの変性シリコン用のプライマー、これって使っていいんですかって言われるんですけど、これね、中身としては多分ほとんど差はないと思います。ただですね、やっぱりメーカーさんは自分のところの材料、プライマーとコーキング剤で、いろんな接着試験してると思います。そこでね、他のメーカーのプライマー持ってきて、じゃあどうかななんていう試験はしたことはないと思いますので、これがじゃあ大丈夫ですよとは試験してないんで、もちろん言えないですよね。ですけども、これは
自己責任でお願いしますけど、他のメーカーのでもほぼほぼ大丈夫じゃないかなとは思います。ただお前大丈夫だって言ったじゃねえかとは言わないでください。基本的には同一メーカーのプライマーとコーキング剤を使ってください。はい、それでは実際にプライマーがあるなしでどのくらいコーキング剤がくっつくのかなっていうのを調べる実験をしてみました。これはね、実際の現場で使われる簡易引っ張り試験というものです。実際の現場ではね、例えばコンクリートの建物にコーキング剤を打ってくださいっていう時には、その同じ材質のコンクリートにこういうような試験体を作って実際にこれを引っ張ってみてくっつくかどうかという試験をします。それと同じものを、これベニヤ板ですけども、その上に作りました。下の部分はね、こうやって引っ張れるようにこのようにくっつけてありません。この上の部分ですね、ここに書いてある通り、ここはプライマーを塗りました。こちらはプライマーを塗っていません。どんぐらいくっついてるのかなっていう試験を今から引っ張ってみたいと思います。こちらがプライマーを塗ったやつですね。引っ張ってみましょう。ギュッ、こんな感じ。ふい、こういう感じで切れちゃいますね。凝集破壊といって、もうくっついてるところから切れたということで確実に接着していますよっていう証拠です。こういう感じですね。次、プライマーなしいってみましょう。ほら、はい、ある程度くっついてますけど、ほら、こうやって剥がれてきて、こんな感じで途中までもう剥がれちゃいましたね。結構な力で引っ張ってるんで、ついてるかついてないかって言ったらついてるって言ってもいいかもしれないですけども、このように剥がれてしまいます。こっちもっと力入れてみましょうかね。もうこっちは全然、ほら、ギュッ、全然剥がれないですね。これだけしっかりくっつきます。プライマーありとプライマーなし、これぐらい差がありますね。こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。プライマーの効果、少しは実感していただけたかなと思います。ホームセンターにね、売っているああいうカートリッジタイプ、1成分系のコーキング剤っていうんですけどね、私たちね、専門業者が使う2成分系硬化剤、主剤を混ぜて使うような材料よりは、少しプライマーなしでもくっつくようにはできています。ですけどね、長期で見たりした場合にはね、接着力格段に上がりますのでね、ぜひプライマーを使っていただきたいと思います。他の動画でもね、解説した通りね、シリコンコーキングの打ち替えとか、プラスチックに対してとかはね、プライマー使わない方がいい場合もあります。その特殊な場合を除いてはね、極力プライマーを使っていただきたいなと思います。そうそう、プライマーのね、使い方の説明忘れてましたね。冒頭で接着剤みたいなものっていう風に言いましたけども、普通の接着剤、木工用ボンドとか瞬間接着剤とか、ああいうものはね、固まる前に、乾く前に物と物同士くっつけるようにしますよね。ですけど、このプライマーの場合は一回乾かしてからコーキング剤を打ちます。塗ってからね、10分から15分ぐらい経てば自然と乾きますので、乾いてからコーキング剤を打ってください。あとメーカーごと、材料ごとに試着体によっていろいろ変える必要がありますのでね、メーカーさんのホームページ、カタログなんかありますから、それを見て確認してみてください。それではご視聴ありがとうございました。名神工業でした。